ごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は、先日行われた統一地方選挙の結果、その結果から見るべきポイントを2つ挙げて解説を行っていこうと思います。まず見るべきポイントその1は、維新勢力の拡大。そしてもう一つは、奈良県知事選挙における結果として、自民党内部における権力闘争の色合いがかなり反映されてしまった、そのあたりについての解説を行っていきます。まずは全体としてどのような議席数の増減などがあったかについて見てみましょう。41道府県議選、自民が過半数、維新は改選前から倍増。統一地方選前半戦の41道府県議選は、改選定数の全2260議席が確定した。共同通信の集計によると、自民党が半数を超える1153議席を獲得した。前回2019年の1158議席は下回った。改選前は1251議席で98減らした。41道府県中24県で定数の過半数を占めた。日本維新の会は地域政党の大阪維新の会を含めて124人が当選し、改選前の57人から倍増した。神奈川で6議席を得るなど、地盤の関西以外への進出が目立った。立憲民主党は185議席で、自民党に次ぐ第2党は維持したが、改選前の200議席に届かなかった。公明党は169議席で、改選前から8増やした。目標の全員当選はならなかった。共産党は75議席で、改選前に比べて24減った。5県で県議が0となった。国民民主党は3減り31議席となった。そして、選挙が終わった後に発表された各党の支持率。自民党が 36%、立憲民主党が 5.3%、日本維新の会が 4.1%、公明党が 3.2%、共産党が 2.1%、国民民主が 1.3% などとなっている。統一地方選挙その全体の評価からすると、まず第一に明らかなのは維新勢力の拡大が明らかになっていることです。大阪が地盤だから大阪だけで留まっているかといえばそうではない。プラスアルファ、その周辺の兵庫県や京都府、奈良県などに地方議員を増やしており、維新勢力がその周辺まで広がっています。また、それだけではなく、関東圏においても維新勢力の議員は増えています。これは明らかに野党勢力の中で力関係が変化しています。世論調査による各党支持率といったものも見ましたが、明らかに立憲民主党と維新の会の政党支持率はかなり接近しており、この状況からすると維新の拡大の余地はまだまだあります。というのも、信頼できる野党が存在していないことが大きな問題です。自民党には投票したくないんだけども、さあ野党どこに投票しようかなと思っている人たちはたくさんいます。いわゆる無党派層というのは近年は増え続けており、しかもそれらの人は選挙に行かなかったり、もしくは選挙に行くときもどこの勢力に投票するか常に迷い続けなければなりません。その時に立憲民主党が第一候補にならないということもだんだんと増えてきているわけです。そして、ある一定のレベルで維新勢力に対する支持が増えていることもあって、大きな動きが発生したのが奈良県の知事選挙です。奈良県における知事選挙では、まず現職の知事さんがもう高齢で次はもう辞めたらいいんじゃないか。事前の選挙予測によっては、次に選挙に出ても維新の候補に競り負けてしまうかもしれない。そのような予想がされていたことから、若返りを図るべきだという声がありました。しかし、自民党はここで大きな問題を抱えてしまいます。それは奈良の候補者を一本化しようとしていた高市さんの調整が間に合わないうちに、現職の知事が次も出るぞと、もう引かなくなってしまったのです。この時に問題になったのが、現職の知事が中央政界にパイプがあり、茂木さんや二階さんといった党の実力者との会を通して、選挙に出ることを取りやめなかったのです。つまり、制止しなかったのではないかと言われています。この原因として考えられるのが、高市さんをそもそも潰そうとする意図があったのではないかと疑われていることです。実際にそのような意図があったかどうかについては結局のところ本人に聞かなければわからないわけですが、しかし外形上はかなりそのようなことを匂わせるような状況になっています。一方で高市さんを批判する人たちの中には、いやいや二階さんや茂木さんを責めるのではなく、高市さん自身が調整に失敗したその責任があるという具合にして批判する人たちもいます。それぞれにそれぞれの言い分があるでしょうから、責任の割合についてはわかりません。しかし、一本化できなかったという事実は存在します。そして、
自民党の候補者は2人に分裂してしまいました。選挙の結果から言えば、高市さんが推した若手の人材はある程度の得票はしましたが、最終的には選挙には敗れました。そして、現職の知事は、やっぱりなという具合にあまり票を得られず敗戦しました。ところが分裂した自民党の立候補者、この2人を足し合わせれば、当選した維新勢力の候補者を上回ったのです。このことから明らかに分裂したことが最大の敗因だとして評価されています。しかし忘れてはならないのは、結局分裂したとしてもそれら2人を上回る形で維新の候補が得票したというのも、これもまた事実であり、これは決して見逃してはなりません。というのも、いくら分裂したとしても維新の候補に対する支持者が集まらなかったのであれば、結局は2位とか3位とかで終わったはずだったわけです。このあたりは漁夫の利と維新の会は言われていますが、その漁夫の利を許してしまった現職の知事の政治にも問題があったことは決して見逃してはいけません。投票したのは奈良県民であり、奈良県民の中に維新の候補に期待している人たちがある一定数いたからこその当選なのです。ただ、ここで非常に残念だなと思うのは、私は高市議員のことを安全保障問題ではかなり同調している政策が多いですから、今回の一件をもって批判する人たちがいることからもわかるように、かなり自民党内部における影響力を削ぐための妨害もきっと多かっただろうなと思うところです。国会においては立憲民主党の小西議員が小西文書なるものを持ち出して高市議員を責め立てていました。そのために県知事選の応援にも盛んに入ることが結局できないままに投票日を迎えてしまった事情などもあります。そういった意味では一本化をしようとしてもそもそも国会対応で忙しすぎたといった問題や一本化するにあたって自民党の党中枢からの応援も得られなかったようなところも見られるためにかなり四面楚歌のような状況に陥っていたのかなというのは高市さんにとっては状況的には非常に苛烈だったなと思うところです。しかし党中枢部の権力闘争の結果として今回の維新の当選を許してしまったのは私は後々までかなり尾を引くと思います。そもそも奈良県議選においても維新勢力は拡大していますから、それ以前の自民党系の知事さんの県政に対する不満というのも奈良県において溜まっていたのは明らかです。このような状況で新しい知事さんが県民の目にとっても分かりやすいような形で行財政改革や福祉教育の強化といったものを打ち出してそれが実感できるようなレベルになってしまえば自民党の政治の方が悪かったよねみたいなことが評価として定着する可能性があるわけです。そのようなことになれば少なくとも奈良県の人たちが支持する形で次は漁夫の利ではなく普通に維新の勝利が見えてくるわけですから自民党が一枚岩にならなかったことはその時に改めて後悔することに私はなると思います。もちろん逆に維新の勢力がそのようなうまく行財政改革を行うことができなかったのであればその時は改めて奈良県民の意思として次はまた自民党系の県知事さんが生まれるんだと思います。このようなところは選挙の醍醐味としてどのような県政を振るうかといったことを厳しく審査されることでしょう。というわけで今回の動画は統一地方選挙が行われたことについての解説を行いました。全国規模で見た場合においては維新が明らかに立憲民主党に代わる選択肢としてより明確に関西から外へと進出をし始めています。その進出を助けるような形になってしまったのが結局は自民党内部における足の引っ張り合いであり奈良県知事選挙においては漁夫の利と呼ばれるような形で維新勢力の県知事さんが誕生しました。しかしそこで見逃してはいけないのは既存の政治に不満を持っているからこそある一定層の支持者がいて維新系の知事さんが誕生したのです。国民に支持されないような形での足の引っ張り合いや政治を行っていればこのような勢力の入れ替わり、組長が変わるといったことも政治家は忘れてはいけません。というわけで今回は統一地方選挙についてのお話でした。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。